こんにちは、管理栄養士の中江里香です。今日の動画はスーパーで買ってきた野菜を半調理して保存するという動画です。作り置きは時間がある時に作っておくととても便利なんですが、やっぱりなかなか作り置きを作る時間が取れなかったり面倒だと思うことも結構多いです。半調理というのは野菜を切ったり茹でたりして下ごしらえを済ませておくことなんですけど、これをするだけでとっても料理が楽になるのでおすすめの方法です。ただ切ったり茹でたりしたものをタッパーに入れるだけでもいいんですが、今日はなるべく鮮度を保ったまま保存する方法も紹介したいと思います。鮮度をキープすることで美味しさも保たれるだけでなく栄養素も損ないにくいです。まず買ってきた野菜を袋から出して洗うんですが、キノコは水で洗わずに汚れが気になるときはキッチンペーパーや乾いたきれいな布巾などで拭いてください。ほうれん草は根元に包丁で十字に切り込みを入れておくと泥を落としやすくなります。少ししなっとしてしまっているほうれん草はしばらく根元を水につけておくと復活するので、こうしてから保存すると長持ちします。しそはお水を少し入れた瓶にしその茎をつけるようにしておきます。ポイントは葉っぱの部分は水に浸からないようにすることです。大葉の保存方法はいろいろあると思うんですけど、これが一番簡単で長持ちするので、私が一番よくやっている方法です。大根と人参は皮を剥いていちょう切りにします。これをしておくだけでも後でかなり楽になるので、このまま冷凍したり生のまま保存しておいてもいいんですが、今日は茹でてから保存したいと思います。あとは冷蔵庫にレンコンが余っているのを思い出したので、レンコンも皮を剥いて切って一緒に茹でました。ちなみにレンコンを茹でるときはレンコンが水にしっかり浸るようにしないと酸化して変色してしまうので注意です。というのも今日はですね、水を少なく入れてしまったので見事に黒いレンコンになってしまいました。ちなみにレンコンは鉄の鍋でも変色するので気をつけてください。次はミニトマトです。ミニトマトはヘタをつけたままだと雑菌が繁殖しやすいのでヘタを取って保存します。そして乾いた布巾やキッチンペーパーで水気をしっかり取り除きます。保存容器には濡らして固く絞った布巾を敷いておくといいです。
余分な水分は吸い取りつつ乾燥も防いでくれます。次は小ネギを小口切りに切ります。束のままキッチンペーパーや布巾などでくるっと巻いてから切っていくと散らばりにくくて切りやすいです。小ネギの小口切りは個人的にはやっておくと便利なものナンバーワンのものです。料理の仕上げにちょっと散らしたいなという時にあらかじめ切っておくととっても便利に使えます。さっきのトマトと同じように濡らして固く絞ったキッチンペーパーを敷いておくととっても長持ちします。上にもこんな風にキッチンペーパーをかぶせて保存します。ちなみに小ネギは根元の部分を少し長めに残しておいて水に浸しておくと再生します。根っこの部分だけ水に浸すのがポイントです。次はインゲンを茹でます。茹で時間は1分半ぐらいです。お湯には塩を少し入れておくと緑色が鮮やかになります。茹でたら冷水にとって冷まします。今日は冷蔵保存にしましたが、すぐに使わなそうな時は冷凍保存にするのもおすすめです。同じお湯でほうれん草も茹でちゃいます。ほうれん草は根元を30秒ぐらい茹でてから葉っぱの部分もお湯に入れて30秒ぐらい茹でます。茹でたら水にさらして冷やして水気を絞ります。切ったらまた水気をよくぎゅっと絞っておきます。ほうれん草も今日は冷蔵ですが、すぐに使わないときは冷凍でも大丈夫です。冷蔵だと 4,5 日、冷凍だと1ヶ月ほど保存できます。次はきのこです。きのこはそのままだとあまり日持ちがしないので、買ってきたらなるべく早く調理するか冷凍しておくといいです。私はいつも冷凍しているんですが、きのこは汁物や炒め物とか煮物などいろんな料理に合うので、ストックしておいて損はないかなと思います。ちなみに天気がいい日は日光に当てておくとビタミン D が増えるのでおすすめです。30分ほど置いておくだけでも効果があります。玉ねぎも今日は薄切りにして冷蔵で保存しました。玉ねぎも結構使う頻度の多い食材だと思うので、下処理しておくと便利に使えるかなと思います。最後に今日は作っておくと便利な合わせだれを2つ紹介します。まずこれは煮物だれなんですが、これを作っておくと煮物を作る時にいちいち調味料を測ったりしなくていいのでとてもおすすめです。だいたい 2,3 人前ぐらいの煮物で大さじ 4,5 杯を目安に加えます。
次はすし酢です。これも調味料を合わせるだけでとっても簡単にできます。これがあれば酢飯だけじゃなくて酢の物も簡単に作れます。酢飯には炊きたてのご飯1合に対して大さじ3杯を目安に加えます。玉入れ。もう日が経スーパーに入れてたやつでしょ。うん。